今日の仮想通貨市場では大きな注目ポイントがいくつも出ています。ビットコインは機関投資家の資金流入で底堅さを見せ、イーサリアムは重要な価格ラインを目前にしています。さらに、リップルやドージコインにも ETF 関連の動きがあり、投資家にとって見逃せない展開となっています。こんにちは、桜井です。この動画では投資家の皆さんにとって特に有益な最新ニュースを厳選してお伝えしていきます。ただのニュースの紹介ではなく、投資判断にどう役立つのかという視点で分析しますので、最後までご覧いただければ今日の相場をどう見るべきか、これがわかるんじゃないかなと思います。それでは早速本題に入っていきましょう。まずはビットコインです。現在の価格はおよそ11万ドル台を維持しており、その背景には機関投資家の資金流入があります。フィデリティやブラックロックといった世界的な大手ファンドがビットコイン現物 ETF を通じて積極的に購入を進めています。この動きは短期的な価格上昇だけではなく、中長期的に市場の安定を支える大きな要因になっています。投資家にとって注目すべきポイントは、こうした機関マネーが入ることで、相場の底堅さが増すということです。つまり、一時的な下落があったとしても、ETF を通じた資金流入が下値をサポートしやすくなっているというわけになります。では、この流れの中で、次に注目すべきはどこなのか。それはイーサリアムの価格動向です。イーサリアムは現在重要な分岐点に差し掛かっています。はい。ということで、次に取り上げるのはイーサリアムですけれども、現在の価格はおよそ4450ドル前後で推移しており、投資家が注目しているのは4500ドルというレジスタンスラインです。この水準を突破できれば、5000ドル以上への上昇も視野に入ってきます。背景には ETF を通じた機関投資家の資金流入があります。さらに分散型取引所、いわゆる DEX での取引量は過去最高を記録しており、今月だけで1350億ドル規模に達しています。ステーキング利回りも上昇していて 3.8% から 6.5% のレンジで推移しており、長期投資先としての魅力も増しています。投資家にとっての注目点は短期と長期で視点を分けることです。短期的には4500ドルを突破できるかどうかが大きな分岐点になります。一方で長期的にはネットワークそのものの拡大と利用の増加が価格を押し上げる材料になっています。このようにイーサリアムは短期トレーダーと長期投資家の両方にとって戦略を立てやすい局面にあると言えるでしょう。では続いてはリップルです。直近の価格は 2.8 ドル前後で推移しており、やや弱含みの展開となっています。ただし、先ほど取引量は24時間で 200% 以上増加し、12億ドルを超える規模に達しています。この動きは投機的な需要が強まっているということを示しています。投資家が特に注目しているのは、10月に予定されている XRP-ETF の判断です。もし承認されれば、機関投資家の資金流入が一気に加速する可能性があり、価格に大きなインパクトを与えると見られています。現状のテクニカル面では、重要なサポートは 2.7 ドルから 2.77 ドルのゾーンにあります。一方で3ドルを突破できれば強気のトレンドが継続し、さらに上値を狙える展開になると考えられています。投資家にとっては短期的なボラティリティを利用した取引チャンスがある一方で ETF の承認という大きなカタリストを見据えた中長期のポジション戦略も重要になってきます。最後に取り上げるのはドージコインです。現在の価格はおよそ 0.21 ドルから0.24 ドルで推移しており、短期的には上昇基調を見せています。注目されているのは SEC に提出された初の同時コイン ETF の申請です。もし承認されれば、
これまで個人投資家が中心だった同時に、機関投資家の資金が流れ込む可能性もあります。さらに、イーロン・マスクさんの弁護士であるフレックススピードさんが主導する2億ドル規模の資金調達プロジェクトも進行中です。ハウス・オブ・ドージという組織がこの計画に関わり、企業向けのトレジャリー設立を進めることで、ドージの流動性とビジネス利用の拡大を目指しています。また、技術面でも注目があります。開発チームはゼロ知識証明、いわゆる ZK のネイティブ導入を提案しており、もし実現すれば、イーサリアムやソララに匹敵する拡張性を持つ可能性があります。投資家にとっては、これまでのミームコインというイメージからインフラや実用性を持つプロジェクトへと変化していく過程をどう評価するのか、これがポイントになります。はい。ということで、ここまで今日の仮想通貨市場で注目すべきトピックを見てきました。最後に投資家にとって役立つポイントを3つに整理してお伝えしていきます。まず、1つ目はビットコインです。大手ファンドを中心とした ETF 経由の資金流入が続いており、中長期的な下支え要因になっています。一時的な値動きに惑わされずに、長期目線での安定性に注目する必要があります。二つ目はイーサリアムです。4500ドルの突破が次の大きな分岐点になります。短期トレーダーにとっては重要な価格ラインであり、長期投資家にとってはネットワークの成長が期待材料です。そして三つ目はリップルと同時コインです。いずれも ETF 関連の動きが鍵となっていて、承認されれば機関投資家の資金が流入する可能性があります。特に XRP は10月の判断が、同時は初申請の承認可否が大きな注目点となっています。この3つを抑えることで今日の市場の流れを投資判断に活かせるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考になればと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。